こんにちは、オートウエストエンドです。今回はご覧のようにマイクロスコープ、内視鏡とも言いますが、この超小型カメラを購入しましたので、このレビューをしていきたいと思います。結構こういったエンジンの奥の方、よく見えない部分をこのツールを使ってどれぐらい見えるのかを見ていきたいと思います。今回こちらの商品はアリエクスプレスでだいたい送料込みで700円ぐらいで購入できました。激安ですよね。こんな感じで説明書が入っています。そしてこのマイクロスコープ、エンドスコープとも言うそうですが、この本体がこちら。このイヤホンのマイク付きのイヤホンみたいなそんな感じで音量を切り替えるようなダイヤルもついているという感じです。そして先っぽにはカメラと LED、 そして反対側はこういったマイクロ USB で接続、そしてこのジョイントアダプターもついていますので、普通の USB でパソコンですね、そちらとも接続が可能と。そしてこちらは Type-C の USB-C のアダプターがついていました。そしてこちらが付属品。細い針金、そしてフックのような感じのものですね。そしてもう一つ細長いパーツは先っぽにマグネットがついていました。そしてこちらは90度傾けて先に小さなミラーがついているので、おそらくこの横の映像を撮るときに使うのだろうと思います。それではこちらのフックもこのジョイントのようなものを通して、そしてこのように取り付けると思いますが、こんな感じでしょうかね。そしておそらくこのカメラで細いところに差し込んで、その先にあるものを書き出したり、そういったように使うのかなと思います。そしてもう一つ、こちらもマグネットでピックアップツールのような感じでしょうか。そのエンジンルームの底に落ちたネジなどをこのカメラで映しながら探して、そしてこの磁石でくっつけて撮ると、そういった使い方をするものと思われます。こんな感じですね。それではマニュアルにありましたアプリ、それをダウンロードしました。そして接続しますと、いろいろ注意事項が出てきて、そしてカメラの使用をこのアプリに許可をするといったそういった許可系のボタンが 3,4 回ぐらい出てきました。そして OK をしたんですが、アップデートの画面になって全く動かないんですよね。その間にこのカメラの方を見ていますが、ね、これまさか見れないんじゃないかと思って、このね待ってる間に大きさも測ったりしていますが、だいたい4センチぐらい、 4.23 ミリ、4センチと 2,3 ミリですね。そして直径が1センチないくらいでした。アプリが結局どれだけ待っても使えなかったので、いろいろネットで調べて Android のルート化とか、あとは OTG という外付けのメモリを使えるように SD カードとかを接続できるようなモードにしなければならないみたいな、そういった準備があるということが分かったんですが、結局そのルート化も結構時間がかかりそうでいろいろ探していましたら、もう一つこの汎用性といいますか、こういった外付けカメラ用のアプリがありました。それをダウンロードして今接続したところです。このアプリは下の概要欄にリンク貼っておきます。
なのでこれをダウンロードして、そしていろいろまた許可をするボタンが出てきたんですが、そして繋いだらもうあっさりと映りました。このアプリにたどり着くまででも結構3、40分ぐらいいろいろ探し回ったので、やっとという感じではありましたが、こんな感じで。そして右手に持っているリモコン、音量ボタンと思っていましたが、そちらのこのダイヤルはこの先っぽについている LED の明るさ調節のようです。こんな感じで、この小さいチップを例にとってやっていきたいと思います。今 iPhone の XS で撮っていますが、だいたい10センチぐらいが一番手前、焦点が合う距離ですね。で、このマイクロスコープを使いますと、マニュアルには最小の4センチまで近づけてもピントが合うということでした。なので、大きく拡大して見ることができるということになると思います。今、明るさを調節して試したりしておりますが、そしてこの手元のリモコンのボタン、ここを押すといろいろ警告が出てきて、また写真撮影の許可などの警告が2、3回出てきまして、そしてボタンを押すとスクリーンショットのように写真が撮れました。そしてこれ画面を見ていただくとお気づきかもしれませんが、この筒状になっていますので上下がわからなくなってしまうんですね。で、今手前から奥に向けて映していますが、カメラのそのキャプチャーした映像の方は逆向きになったり、なんかテレコになったりしてしまうので、このアプリ上の左右を反転させたり上下を反転させるボタンがありました。それを使って実際に自分の目で見ているその方向に合うように調整をする必要がありました。ただその天地がやっぱりいろいろ撮影しているとわからなくなってしまうので、何かその目印をこのカメラの一部分につけておいた方がいいのかもしれません。印鑑のね、溝が彫ってあるみたいな、あんな感じで。はい。そしてこちらが横部分が見えるように映るジョイントをつけました。先端にね、ちょっと斜めに45度に傾いたミラーがついてあります。ただこれ、視界が半分ぐらいになってしまうんですね。なので結構割と使いづらかったです。実際にこの BMW X5 のエンジンルームで試してみたいと思います。どのくらい実用性があるのかというところ、今僕は基本的に GoPro を使っているのである程度細いところは入るんですが、これは以前ウォーターポンプとエンジン側とのジョイントの部分ですね、そこを直しましたが、そういったところ GoPro でも入れないところはこう入れるので便利なのかなと。で、こちらはラジエーターのアッパーホースの接続部分です。ここからちょっとクーラントの漏れが見えたような気がしたので見てみました。光の反射で結局今漏れているのか、ただ光が反射しているだけなのかっていうのはしっかり見るのは結構難しかったです。そしてこちらはクランクプーリーのこのボルト周りですね。そして先ほどのアッパーホースのジョイント部分に戻りました。こう上下反転してしまっているので、見にくいんですけども、漏れているのかな、この水分がついているのか光が反射しているのか、ちょっとね見分けづらかったです。原因としてはカメラの画素数が低いというのはこのカメラ安いですし仕方ないのかなと思います。あとはこのケーブル
自体を持っているのでぐにゃぐにゃしてしまってカメラが動いてしまうんですね。なので手ぶれがひどくて見分けにくいというのもありました。車内の方も見てみました。ルーフとフロントガラスの間、以前バックカメラですね、その配線がここに通っていたところです。それ以外にもエアコンの吹き出し口だったり、このグローブボックスの下を見てみました。ある程度見えますが、やっぱり手ぶれがすごいというのが使った感想でした。対策としては固めの針金とか、あと棒をこの先端のカメラにテープでくくりつけて、で手ぶれをなるべくしないようにすればもっと使いやすくなるのかなと思いました。このマイクロスコープを手に入れて気分は上がっていますが、慣れがね必要なのかなと感じた今回のレビューでした。今後の整備でもなるべく使ってだんだん上手くなっていきたいと思います。この動画参考になったという方はいいねボタンをお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。